どうもこんにちは、関です。今日はね ERB の話です。知ってる人いるか分かんないですけど、 ERB っていうのはテンプレートエンジンで ERB の組織を処理できるやつなんですよね。で、今日は ERB の古代の話とちょっと未来の話をします。ちょっとね、皆さんよりも長生きしているので、ちょっと時間軸が違うかもしれないので、そのあたりを面白がってもらえると嬉しいです。私についてですね。私40年以上前にプログラミングを始めて、30年以上医療機器の組み込みソフトウェアを書いてます。で、これは私の開発しているエクセンシティ装置で撮ってもらった画像です。私の胆石の画像で、めっちゃ鮮明に写ってるいい胆石です。で、近所の総合病院で検査してもらった時にもらったやつです。エクセンシティ装置はとても複雑な機械で、たくさんの並列処理と専門家向けの GUI を持った組み込みソフトのシステムです。で、この文脈でのね、レンダーとかレンダリングっていうと、画素を並べる処理のことを指すんですよね。レイルズとかのレンダーとはちょっと違うです。で、GUI の話っていうのは今日の話とは直接的には関係ないんですけど、ERB をデザインする際に少なからず影響したので、ちょっと紹介しました。僕はですね、X11 とかモチーフとか SGI の GL とか Windows などの経験があって、いわゆるウィジェットのプログラミングと画像処理の領域も両方やってました。やってますか。で、次。自称っていうか Ruby のコミッターであんまりコミットはしてないんですけど、 DRuby と Linda と ERB というライブラリを書きました。どれもですね、99年から2005に書いたやつで、この25周年なので、このすずりでですね、このかっこいいやつが買えるので、多少無理してでも買った方がいいと思います。で、DRuby は分散オブジェクトを提供するライブラリで、当時としては珍しいスクリプト言語によるサーバープロセスの実用的な例で、一部のマニアに感動を与えた。で、Linda っていうのはタプルスペースっていうヘルス処理のためのライブラリなんですけど、昔 Twitter っていう SNS がありましてですね、その原始時代はTwitter は Linda で書かれていたのが、これ Twitter のスライドです。で、もう一個 ERB はテンプレートエンジン、今日の話ですね。いくつかのウェブフレームワークのデザインに影響を与えたと自分は考えています。それはすごいでしょ。で、次、トルビーっていうのは普段トルビーというコミュニティで活動しています。で、これは栃木ルビーの勉強会のことです。で、月に1回勉強会をやってます。次回は6月5日、205回目です。で、このコミュニティは栃木県の矢板市にある情報デザインの池澤さんのメールがきっかけで始まって、池澤さんはですね、私のちょっとした活動の支援をしてくれている素晴らしい会社です。あとポケカ、あと最近流行っているポケモンカードゲームのワールドチャンピオンシップの2010年の栃木県代表でした。これは、15年前は強かったっていう話で、前回と前々回の Ruby 会議でもポケカケの検索システムの実装についてお話ししました。で、ここでちょっと宣伝がありますけれども、これポケカの去年発売された拡張パック、古代の方向と未来の一線ってやつですね。古代と未来のカードが活躍すると。英語版だとパラドックスリフトという商品名で、アンシエントとフューチャーのポケモンが出てくると。今このトドロック付きっていうの黒いやつがとても強いです。で、今日の話はERB の古代と未来のお話です。で、古代編は ERB 予想とその答え合わせ。で、未来編っていうのは Rails コンパチブルの ERB のお話です。で、山括弧パーセントイコールの中にブロックを組み合わせる問題というのを解決できそうだぞという話をします。この2つのテーマでお話しします。で、まず過去編で ERB 予想ですね。ERB 予想として ERB が生まれた99年の頃に私が考えたことを説明します。ちょっとさらに前があってですね、当時の Ruby のコミュニティの中心っていうのはメーリングリストでした。で、ここでですね、私は
XML っぽくて、XML の向けにそのエンティティの表記を置換するテンプレートのライブラリっていうのを書いてました。でエンティティを置き換えるものだったら壊れた HTML 作りにくいし、使ったことないけどオーサリングツールとかと仲良くできるだろうなと思って書いてたんですよ。でそれを RubyDev に投稿したところ、前田修吾さんに ERB を教えてもらうことになりました。これは当時アルバイトだった前田 CEO の投稿です。ERB の仕様が書いてあって、なんとなく eParl の影響を受けていることが分かります。でここには山括弧%の中に Ruby スクリプトをかけることと、%イコールの中にそこに出力する式をかけるということが書かれていて、これは現在と同じなんですけど、ちょっと違うところがあって、プリントと%イコールが同じ意味であるという点です。で、%イコールは標準出力への印字であって、プリントの結果と連結されるものでした。でちなみに eParl なんですけど、eParl については青山さんに教えてくれました。eParl はですね、スライドを準備するまで全く忘れていたんですけど、ここには modParl とか懐かしい名前が出てきます。山括弧の%とびっくりマークの間がエスケープだったようです。ここでですね、HTML にコードを埋め込むということでエンベデッドだとあることが分かります。書いてみようかなと思ったんですよ。ERB の仕様を聞いて、自分でも書いてみようかなと思いました。で、それまで書いていたテンプレートはエンティティを置換するものだったんですけど、文字列の置換だけじゃなくて制御構造をかける ERB は面白いなと思いました。っていうか、まさかテンプレートに式を書くなんて野蛮なことは思いつかなかったんですよ。で、その式として完結してないコード編を埋め込むなんてことは考えてもいなかったので、もう感動しました。で、一方でですね、標準出力を印字するっていう仕様は強い違和感がありました。CGI の仕組みに寄せすぎじゃないのかなって思ったんですよね。で、ちょっと ERB の仕様のおさらいをします。左のヘローワールドってやつが ERB スクリプトで、それの挙動っていうのはこのグレーの側のプリントヘローワールドと同じって意味です。ヘローワールドと書くとプリントヘローワールドと同じことが起こると。で、山括弧%の中にはプリントを書いても同じように連結されて動きます。で、山括弧%イコールの中はこの式を結果をプリントするっていう意味になるので、こういう対応になります。で、山括弧%は完結した Ruby の文ではないコードの断片を埋め込んでも許されるので、それを使うと制御構造を記述することができると。で、ループとか分岐を埋め込めるっていう意味です。このね、文章とコードが混じり合っている感じがですね、慣れないとハラハラするわけですけれども、うまく動くと。で、これ今 ERB の仕様をおさらいしたんですけど、ここでですね、ちょっと CGI を思い出してもらいたい。変換結果は CGI ってさっきのね、先ほどは変換結果は都度標準出力へ出力されるものだったんですよ。で、このプリントする挙動っていうのは当時主流だった CGI で都合が良い。で、皆さん覚えてるか分かんないですけど、CGI はその動的なページを生成するインターフェースで初期のウェブアプリで多く採用されてました。で、CGI のレスポンスっていうのは標準出力への印字によって生成するんです。で、Unix の CGI、Unix のって言っていいか分かんないけど、Unix の CGI ではリクエストのためにプロセスを生成してくれるので、標準入出力や環境変数を使ったそういう情報向け渡しのインターフェースを採用していたようです。ちなみにですね、20世紀の Mac のシステムの AppleScript の CGI サーバーでは当然標準入出力はありませんので違う方法だったような覚えがあります。で、そんな感じでですね、CGI スクリプトの後半っていうのはHTML を書き続ける puts とかプリントが延々続くっていうのが基本でした。で、例えば左のコードは CGI アプリの最後の辺のコードがこんなになっちゃうと。で、右側がレスポンスです。あれを書くと、レスポンスがああいうふうに返ってくれるっていうふうになってます。これがですね、うんざりするっていうか、この大量のプッツを書くっていうのをうんざりしていると、ああいう ERB みたいな仕様っていうか、ERB のように標準出力に印字する仕様っていうのを思いつくだろうなっていうか、それが自然なことだろうなと言えます。で、今これを大量のプッツをですね、ERB で書き直すと、これはこんなに簡単になりますっていうか、
プリントが消えてですね、消えます。ELB ではその記述の主体が Ruby スクリプトではなくて文章側になります。で、文章はそのまま出力されるので、退屈なプッツはなくなると。で、Ruby スクリプトの方を山括弧%でエスケープするものです。文章に Ruby スクリプト断片を埋め込むというアイデアは良いのですけれども、CGI の最終台に寄せすぎている仕様っていうか、つまり、ね、標準出力のインチの仕様は良くないような気がしました。これは次のような予想からです。で、ページの生成はこんなに単純な処理じゃなくなるだろうっていうのと、CGI のモデルはサーバーっぽい何かに変わるだろうっていうことです。例えばページの一部はメソッドで生成したくなるだろうみたいなやつはこれで、Rails だともしかするとヘルパーって呼んでるやつがこれかもしれません。テンプレートっていうのは単体で存在するのではなくて、それが配置される Ruby スクリプトと協調して動くことにきっとなるだろうと思いました。あと、そして大きなサイトだと定型のヘッダーとかナビゲーションとかフッター持つようになって、テンプレートはきっと入れ子になると思うんですよね。だからテンプレート自体が最終段以外でも使われることになるだろうと思いました。CGI のリクエスト、CGI ってリクエストごとに1個のプロセスを生成するっていうモデルなんですけど、それ前処理のコストとかが高かるし、リクエスト間を超えた情報のやり取りなどの必要性なんかから長生きするプロセスに変わるんじゃないだろうかと思いました。そうすると並行処理になるわけで、標準出力を使う仕様っていうのはきっとコンフリクトする問題を起こすだろうと思いました。で、これが予想で、ちょっと B が小文字のが出てきちゃいましたけど、前田さんが多分 ELB を実装させられてるんだろうなっていう気配を感じながらも、自分でも ERB を実装してみました。2つ作ったんです。ELB のと同じ仕様の ERB って B 小文字のやつと、先ほどまで述べた予想に合わせた仕様の ERB ライトを作って投稿しました。ERB ライトは最終段で使うテンプレートというよりも ELB の表記で Ruby アプリケーションを書くということを支援するものを目指しました。一番大きな違いは結果を印字するのではなくてストリングを組み立てて返すというところです。さらにですね、この ELB 表記を Ruby に翻訳する変換キーとして働くだけでなくて、任意のバインディングでバルしたり、任意のクラスやモジュールのメソッドにすると実例を提示しました。当時はですね、予想を主張するよりもコード書いて見せるようなアプローチだったみたいです、私が。で、この仕様をですね、誰かの可能性みたいなの誰かに気がついてもらえるといいなとか、応用してくれるなといいなと思っていたところですね、気づいてくれた人がいました。これ伝説になっている Ruby を2頃倍使うための本、盲導編です。2001年に出版されているこの本は、多田忠さんとアントンさんが ERB や DRuby を絶賛するという、私にとって嬉しい、素晴らしい本です。気づかれて嬉しい。で、ERB ライトはその後ですね、ERB に改名されて Ruby の標準添付ライブラリとなりました。皆さんが目にしているのはこのバージョンですね。これは2003年の話。で、99年に書いてからだいぶ経ったんですけど、当時の予想はだいぶいい線いってたんじゃないかなと思っています。あと ERB が影響した風なライブラリが結構あるので、ちょっと嬉しい。で、ちょっと予想がどのようにデザインに影響したかを交えながら、ちょっと ERB 自体の使い方のおさらいをしますね。ERB は ERB スクリプトから Ruby へのトランスレーターです。で、ERB new で変換済みのオブジェクトを作ることができて、そいつに対してリザルトメソッドを呼ぶと、変換したスクリプトを実行したものが出てくると。で、変換と実行が分けてあるっていうのは、一度変換したものを何度も実行するだろうと考えたからです。CGI とは違うと。ERB オブジェクトをメモしておけば、変換はただ一度だけで済む。
で、ELB から変換、ソースっていうメソッドがあって、ELB から変換された Ruby スクリプトを返すます。白い方が ELB スクリプトで、オレンジの方が変換された Ruby スクリプトです。で、ERB では、その実行は puts や print による印字ではなくて、文字列を返すようにしたので、そのためにですね、ERB アウトっていうローカル変数に中間結果の文字列を保持しています。ちょっとかっこ悪い。で、あとね、バインディングが使えます。リザルトを実行する際に、バインディングを渡せるんですよ。で、これ ELB スクリプトをトップレベルで実行するだけじゃなくて、任意のオブジェクトの部品としても実行したくなるだろうと想像してこうしました。で、テンプレートにパラメータを渡すというのではなくて、ビューオブジェクトの描画方法を ELB のテンプレートで記述できるというのを狙った。MVC みたいなのが好きな人だと、V は関数じゃなくてビューオブジェクトだろうと考えると思ったので、まあこういう仕様にしたと。あとこれは私と池田さん以外に使ってる人がいない機能だと思われるんですけど、デフメソッドっていうのがあって、ERB オブジェクトを任意のクラスやモジュールのメソッドにすることができます。まあこれさっき言ったようにビューとはビューオブジェクトであって、その描画方法を ELB で書けるを推し進めた結果、メソッド定義を ELB で書くんじゃねえのってなったやつですね。これインスタンス変数にも普通にアクセスできるのが嬉しい。で、ERB を new と result に分けることによって、ELB から Ruby への変換を一度きりにしたんだけど、さらにメソッドにすることでパースの回数も一度きりにすることができると。で、まあ、GUI のような、GUI でいうそのウィジェットプログラミング、ウィジェットのようなものを小さなテンプレートを持つもので組み合わせて、大きな View オブジェクトを組み合わせて作るみたいなのが容易になると。で、私と池田さんのプロダクツでは対応されています。それでですね、もう一個。テンプレートを部品化する別のアプローチっていうのがあります。テンプレートの中でプロックを使うっていうのがなんですけど、プロックを利用することでメソッド化と同様な効果をテンプレート内だけで実現できます。次のような場面で活躍しました。ある巨大なアンケートのウェブページ作ってたんですけど、質問ごとに大きな表組の回答欄があって、回答欄はどれも同じなんですけど、ID とか、このフォームのネーム属性とかユニークにしたい。まあ、よくあるような感じで指しますけど、で、そして可能だったら関連する部品は1個のテンプレートに書きたいなということがあったと。で、これが実際のアンケートサイトの様子です。で、これある専門的な領域の活動に関するアンケートなんですけど、ちょっとなんか説明の流れ的にですね、この質問ごとに表で作られた回答欄があると思うじゃないですか。そうじゃなくて、実は表の精度ごとに別の表組の回答欄があってですね、100個近いチェックボックスが全てに入っているというのが必要で、この HTML ファイル実は10メガバイトになってしまったっていう。でこの時にプロックを利用してました。で、ちょっとだけ詳しく見ると、プロックですよね。ブロックの内側の赤字の部分っていうのテンプレートは、その場に埋め込むぞではなくて、この場に埋め込むぞではなくて、後で埋め込むぞという処理になるんです。で、埋め込みたい場所でコールする。で、プロックなので引数も足すことができて、一部が異なる定型文を差し込めるというわけです。で、結果をメモするのではなくて、処理をプロックとしてメモしているので、都度その場所の変数などを転換することができるんです。で、コールする際にはちょっと注意点があって、山括弧%イコールじゃなくて山括弧%を使うと実行なので。で、これにですね、ここに式を埋め込むんじゃなくて、さっきの処理を行いたいので、%だと。で、ちょっとね、この辺ぐらいまで帰ってからね、嫌なこと思い出したんですよ。プロックと ERB の組み合わせっていうのはね、すごい、なんかトラウマになってるものがあってですね、これ10年ほど前に解けなかった問題を思い出しましたっていうのが未来編です。Rails のブロックを使ったヘルパーが実装できそうになったぞという話をします。これはね、10年前に諦めたブロック問題のことで、これ追試しているうちにどうも解けそうだということを気がついたので、未来編として追加しました。これは松田さんの2014年の RubyConf のトークです。で、テンプレートエンジンの話があって、当時ね、当時というか10年ぐらい前というか12
2年前になってますけど、12年ぐらい前にさすがに相談されたことがありまして、当時エルビスだったレイリスのテンプレートエンジンを ARB にできないだろうかって相談されました。で、技術的な問題はなさそうだったので、ちゃちゃっとやってみたんですけど、できなかったと。諦めました。レイルズの中に正規表現でブロックの始まりを検知するって処理を切り替えるっていうコードがあったんです。で、ちょっとこれは受け入れがたいなと思って、泣く泣く諦めたっていうか、さすがに謝っちゃうところがあります。で、こんなに正規表現で検知できると思えないんですよね。でも、例えばこれが解けなかったんですよ。フォーム4みたいなのが解けなくて、レイズのキャプチャーというヘルパーがあって、ブロックの中でヘッされた文字列を取り出せると。で、フォーム4はそのキャプチャーしたものの前後に、フォーム要素を連結するヘルパーらしいものでした。で、去年の秋に解けそうな気がしてきたですよね。で、やってみたところ、いい感じ。で、ちょっとおさらいなんですけど、ERB では山括弧%イコールの中の式を 2S で正規化してから連結しています。で、これがちょっと問題だったんですけど、括弧して 2S してるんですけど、ブロック付けメソッドを山括弧%イコールで呼ぶのがどうなっちゃうかというと、こんなってですね、括弧で閉じれないので、シンタックスエラーになってしまうと。フォーム4を括弧 2S してるので、do が内側に入ってるのかな。で、できないと。でも、この正規化の処理が問題なので、正規化の処理をバッファのクラス側に動かしてしまえば良いのではと思いました。幸いですね、ELB、OLB に翻訳するとき、一部の処理をカスタマイズすることができます。青い部分が変更することができる部分で、例えば出力バッファになる一次変数の名前とか初期化方法とか連結方法を調整できると。で、今回に関しては一次変数の初期化と連結方法とバッファの取得方法を切り替えればできそうだぞと気がしてですね、やり始めました。Ruby 難しいんですよ。丸括弧なくせばできるかなと思えばそんなに簡単じゃなくて、シフト演算子でいうと、括弧なしメソッドを呼び出すと、エラーになってシンタックスエラーになってしまうと。で、シフト演算子じゃダメだったらコンカットっていうメソッド作ればいいんじゃねえのとかって思ってやると、ブロック付きメソッドだと、ブロックはコンカット側に行ってしまうので、期待し動きはしないですよ。で、代入なら動くんですよね。で、代入なら動くと言えば、この加算代入ですよ。で、代入しながらメソッド呼び出しを呼べば良いので、と思って、で、プラスイコールで連携するのを思いついて、うまくいったと。プラスイコールすごい。で、あと、これにつじつまが合うように結果バッファのクラスを用意しました。で、ERB アウトっていうのは従来のバッファをラップした何かです。で、ここ今ストリング使ってますけど、レーザーだったら、セーフバッファかもしれない。で、いくつかトリックがあって、プラスメソッドでは、プラスイコールがうまく働くようなサイクルがしてあります。プラスで新しいオブジェクトを作るのではなくて、自分自身を返すことで、プラスイコールで代入が起きても同じインスタのままできると。もう一個、キャプチャーの実装が容易になるような仕掛けも用意しました。内部のバッファを一時的なバッファに差し替えて、ブロックを呼び込んで連携させると。ブロックが終わったら、元のバッファを戻して一時的なバッファをリターンする。で、これによって簡単にキャプチャーが実装できる。これ後で述べます。で、このコンテキストを対比させて実行して戻すみたいなイディオムっていうのは、GUI のプログラミングでよく出会う、あれです。で、この上で、バッファークラスの生成方法と、一変数の初期化生成方法と連結方法を切り替えて、うまくできちゃったんですよ。で、ちなみにキャプチャーの実装っていうのはちょっと面白くて、Rails のヘルパーとしてのキャプチャーはこんな感じで作れます。キャプチャーっていうのは、コールした側のコンテキストのバッファーオブジェクトのローカル変数、キャプチャーをコールした側のコンテキストのバッファーのオブジェクトが欲しい。そこのローカル変数の ERB アウトに入っているものが手に入ればキャプチャーが実行できる。そこでですね、渡されたブロックに対してブロックのバインディングのローカルバリアブルゲットの ERB アウトをすることで、結果バッファを一時的に奪ってきて、そこに対してキャプチャーをするとうまくできると。これ1行で作れる。はい。加算代入とバッファクラスの導入で問題が解決できそうだぞっていうのができそうでした。
で、今回は小さなスクリプトで実験しただけなんですけど、だけです。増田さんのお願いから12年ぐらい経っちゃったんですけど、今となってはね、もう Rails コンパチブルな ERB の必要性というのがもうなくなっちゃったかもしれないんですけど、それでも Rails で動くことを確認して、増田さんの放題に答えられたらいいなと思っていますが、私は Rails を使っていないので、誰か実験してくれると嬉しいです。でね、今日はもうすぐ終わり。ERB の古代と未来の話をしました。DLB はね、オーバーツと言われることもありますけど、ERB も割とすごいぞという自慢ができたと思います。で、そこでですね、もう一個あってですね、先週末、職場のサーバー機の更新作業をしていたらですね、自分のサーバーが動かなくなっちゃったんですよ。で、自分のサーバーっていうのはですね、ERB 予想を元に作った RWiki というウィキシステムで DLB と ERB とインメモリのデータベースを持つサーバープロセスと元にウェブのインターフェースつけたものなんですけど、イントラネットでですね、2000年から動き続けていて、常時100人強のユーザーに10万ページのウィキをホストしているというやつです。で、これが動かなくなったのは、5年前の中田さんのコミットが原因でした。ERB のインスタンスのマーシャルを検出するものなんですけど、ちょっとこの是非はね、僕はよくわからないっていうか、ロード値に何か実行するわけじゃないのでいいんじゃないかなって思うんですけど、で、これが中田さんに助けてくれということができたので、RB 会議に来てよかったなと思いました。私の発表は以上です。わかりました。